こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回、ガオガイゴを仲間にしました。後々色々このゲーム最強格となる勇者たち。なおもろもろの特殊技能を持っていることもあってか、底力を持っていません。他の技能で命中率が上がってくれることは非常に嬉しいんですが、底力がないと命中率以上に非ダメージがやばく、耐えられない可能性が出てくる。そして縛りの関係上、パイロット養成で付けられるのはレベル2までなので、ちょっと色々無理である。レベル2底力って 10% 以下の HP になった時に 0.8 倍するぐらいの効果ですからね。さすがに弱い。このゲームは色々底力ゲーですが、あくまでもレベルの高い底力ゲーだということがよくわかる。レベルの低い底力は毒にも薬にもなりません。ということで今回向かう場所は東京。急に馴染みのある場所にやってきました。まあツツジ台って東京、なんですかね？練馬市の元になったのが練馬区と杉並区だとしたら、都心にはバリバリ出るはずなんですけどね。いわゆるドラえもんとかにありがちなロボットが起こす問題ではなく、命令する奴が悪いパターン。3G が地球追放されたことで、超 AI の開発は凍結してしまったようです。開発者、搭載した勇者もろもろ出ていったし、まあ仕方ないのか。東京ツリー、なんか色々足りてない。こういうのって東京タワーが出てくるのが基本だったけど、時代が変わった証拠。そしてまあこうなる。L 君が飛ぶ前にも秋葉原があり、飛んだ後には秋葉原があるということでしょうかね。お父さんがライガ博士。ガオガイガーに登場していたこのファンキーおじいちゃんです。息子いたんかってなった。超 AI を信じて絶やさなかった人たちってことですね。ちなみに本ゲームには登場しませんが、3G、ガッツィグローバルガードにも超 AI 搭載のロボがいます。日流、月流、小流、中流、ポルコートと、なんかどっかで聞いたことのあるようなラインナップ。おじさんは勘弁してくれよな。これでもまだ20歳なんだぜ。昔のこと思い出しちゃいました。G アイランドシティって言われると、核弾頭ミサイル撃ち込まれてブレーンってやって防いだのしか記憶がない。第2次アルファは面白いぞ。辛すぎる話。記憶のフォーマットなんてひどい話です。
なんで偶然こんなところに落ちてきてしまったのか。ラジコン飛行機を探してたからって工場の排気口に入るな。いや秘密工場のセキュリティ。普通に侵入口は見つかるわ。子供に排気口から侵入されるわ。警視庁のセキュリティはガバガバかな？出てきちゃいました。まあそらそうよね。ということでいきなりの出撃。かと思ったら戦艦だけでした。そしてユータは追い出されました。そらそうだ。いくらなんでも勝手に侵入してたらね。ちゃんと超 AI に感情を学ばせていく専門家がいるんですね。結構みんな雑に心学んでいった気がしたけども。適任というか、確かに経験者だけども。守くんも地味に辛い思いさせられてます。ということで再度出撃です。敵はロボット犯罪組織、と思われるけど、なんか色々な機体がいます。今回は射撃武装持ちの機体がそれなりに多いので、アッシュなどの防御シールド持ちも出したいところ。ただし今回はマニュアル EXP をその V ダッシュに装備させているので、出撃枠数がすでに足りずにわたわたしています。重機じゃ足りんて。東京タワーからセフィーロに飛びましたからね。かと思ったら秋葉原らしいです。警視庁って皇居とかの方にあるはずだから、霞が関とかなんじゃ。ということでシナリオスタート。今回は会話が長めのステージ。まだこの後もバリバリにあります。そんなわけでデスマグね。一応ロボット犯罪集団の主力兵器です。性能はわかりやすいスーパー系の敵って感じ。
そして今回はそれ以外にもガザシー、ドラクルがいます。地味にこいつらパイロットが AI、高性能 AI、制御装置と全部違うっていうね。それぞれエースボーナスなども違いますが、なぜか AI が一番優秀です。高性能とは、モビルスーツだって怖くない。大切なもののために戦うんだ。そこだまだまだレイアースは倒れないぞ。ガザシーです。珍しい。このナラティブの時代にガザシーですよ。不死鳥狩りが宇宙世紀 0097 で、グリプス戦役が大体宇宙世紀 0087 とかなので、ざっくり10年前の機体です。そんな機体が強いわけもなく、いややっぱ強えわ。スーパーエキスパートプラスにかかればどんな旧型機体でもすぐに強くなれます。ガザシーは武装がナックルバスターのみ。射程がしっかり長いけど、移動後攻撃ができないというモビルスーツ。その辺が弱点です。ちなみにカスタムボーナスで照準値が上がっているので、避けるとかはいつも通り無理です。ガンガン被弾して底力を発動させていきましょう。まずは玉木突撃。とりあえずこのステージはあんまり強い敵もいないし、前回の EI15 みたいに格闘武装を長射程で飛ばしてくる敵もいないので、特に気にせずに前期前に出ます。なんかいい感じに敵が近づいてきてくれて、味方ターンで減らしたいところですね。この程度で落ちはしない。回避運動と同時に反撃だ。撃て！ちなみにこの戦艦の対空機銃、モビルスーツなどのバルカンとやってること同じなように見えますが、性能が実は違う。どちらもデバフ効果のある武装となりますが、モビルスーツのバルカンは運動性ダウンなのに対し、戦艦の機銃は命中率ダウン。ぶっちゃけどっちの方が使い勝手がいいかと言われると、圧倒的にモビルスーツ。そら運動性ダウンさせたらその分攻撃当てられますからね。20% ぐらい命中率上がれば当てられるのに、みたいなパターンめっちゃ多いし。対して照準値を下げたとしても、まあ避けられる奴はほとんどいない。元々のスパロボ30ならともかく、今はそういうゲームなので。まあニュータイプだったり、バリアなしリアル系底力持ちを運用しようとしたら、割と便利になる可能性はある。どこかで使い道はあるかも。ということでデスマグネが一体内側に入ってきましたが、先ほども言ったように今回の敵は割と弱め。誰で撃墜するかなどの選択猶予が割とあるステージとなります。敵があんまり硬くない、攻撃がそこまで痛くないっていうのがポイント。なので今回はマニュアル EXP を装備しているウッソで集中的に落としていきます。撃墜数なども稼ぎたいので、援護攻撃で落とすのもあり。とりあえずウッソはレベル10にすることで直感を覚えてくれるので、早めにそこまで上げてしまいたい。直感さえあれば戦闘できる。超 AI だったら仲間になれるのに。ハンドブリングプラスブロークンハンドブまだまだ戦いはこれからだ。マモルさん。マモルさん前回から本当に攻撃当ててませんよ。どうしましたか？他の機体が 70% とかをある程度当ててる分の負債を全部一人で請け負ってる説。
龍馬とかが結構いい感じで60%とか70%の攻撃当てるんですよね。守さんは確率の収束の犠牲者だった。ちょっとさすがに泣きたい。ところで今回育てる予定のウッソくん。ウッソのレベルはともかく、撃墜数を稼がないといけない理由は2つ。まず1つは後継機入手ステージの解放のため。ウッソの後継機、要するに V2 ガンダムですが、入手シナリオ解放のため、ウッソの撃墜数が50機を超える必要があります。これを満たさなくてもそのうち入手はできますが、V2 ガンダム自体結構強いし、何より隠し機体なども手に入るので、しっかりこなしておきたいところ。そしてもう一つ。それはウッソのエースボーナスです。ウッソのエースボーナスは、最終命中率プラス 20%、回避率とは別に 40% の確率で敵の攻撃を回避する、というものです。単純に命中率が上がって嬉しい。問題は後半。つまりこれはですね。分身です。そう、なんとこのウッソくん、エースボーナスで分身を獲得できます。エフェクト的に分身みたいな発動をしないからちょっとわかりにくいものなんですが、この敵の攻撃が避けられないゲームで、40% で強制回避の分身が弱いはずがなく、しかもこれ気力いらないんですよね。最強。これの有無でウッソの使い勝手が変わるとも言えるので、なるべく早く取りたいです。この状況で攻撃するのが街の方っていうのがいい感じに悪党してる。直接輸送機を襲えばいいんじゃね？っていうのは言ってはいけない。まさかの展開。ヒカルは中学生なので、同級生の弟が小学生なのはまあ違和感ないですけども。もう再フォーマットしてたのか。仕事が早い。なお意味なかった模様。心があることによる弊害がこんなところにあるんですね。でもそれって後々専門家の下で心を学んだとしても起こりうるだろうから、単純にバグなんじゃ。勇者とは、勇気あるものということ。守くんがいると 3G から受け継がれてきたものが継承されていく感じあって大好き。
こう言っちゃいけないし、J デッカーの方が先なのもわかってるんだけど、この声で J って名前ついてるのなんか面白い。どっからどう見ても赤の星の戦士。守がユータに対して、カイミチが J デッカーに対して反応して欲しかった。ユータはさすがに後ろに下がります。J デッカーに乗り込んだりとか、そういうことをするわけではないのでね。いずるお前ノリノリだな。このスパロボで本当に生き生きしてるのエル君とイズルだと思う。ということで再開。敵増援と味方増援がそれぞれ登場です。J デッカーは射撃武装が豊富で射程の長いスーパー軽機体。特殊技能ブレイブポリスで命中率、回避率が上がったり、SP 回復量が増えたりします。機体サイズが M なのでちょっと火力面が心配だったりしますが、必中を初期状態で覚えてたり、底力、ガードを持っていたりと色々優秀。総じて使いやすい機体としてまとまっています。モビルスーツ以外で運動性ダウン武装を持ってる数少ない機体だったりもするので、後ろから攻撃する以外でも出番は多そうです。欲を言えば J バスターが本当に使いやすいので、援護攻撃あたり持ってたら強かった。後で要請してもいいかもしれないですね。電磁警棒も使いやすくなるし。ちなみに弱点は移動後攻撃が弱いこと。電磁警棒だけでダメージを取っていくのはさすがに無理。ヒットアンドアウェイも欲しいです。欲しいものが多い。ウェイブポリスが相手だ。今だ。電磁警棒はわかるとして、警棒から電撃が飛ぶのはどうなんでしょうかね。どういう出力で電撃まとったらそうなるんだ。ちなみに J デッカーは途中で離脱したり、機体が変わったりと色々忙しい機体。今の状態だけ見てパイロット養成とかがしづらいのも若干難しいところではある。それでもヒットアンドアウェイあたりは位置取りとかもろもろで便利なので、覚えさせておいて損はなさそうか。PP 余ってたかな、あれ結構高いんだよな。怒涛の機体の増え方しているので、PP が普通になくなりそうです。さて敵増援も出てきましたが、出てきた位置が遠いのでとりあえずは放置。なんかEI15もいた気がしますが、数が多くないのでなんとかなると思いましょう。玉木にゾンダーマグナムを撃ってくることだけは勘弁してくれな。とりあえずは近くに敵が来ているので、こいつらの迎撃からやっていきましょう。考えることはさっきまでと同じ。ある程度いい感じに削って、できればウッソで敵を撃墜していきます。その他の人たちは気分で、撃墜数を盛りたいやつ優先ではありますが、別に今絶対にみたいなのはないので緩めに行きます。むしろそれでいい感じに敵を減らせなかった場合、誰かが落とされそうになったりするので危険が増えるし、時間がかかって仕方ないのでその辺は妥協。程よく敵は減らしていきましょう。ガオガイ号のプロテクトウォールですが、援護防御としては非常に便利ですね。射撃武装のダメージを無効化するので、数値的にアッシュの防御シールドの劣化ではありますが、守くんがもともと持っている援護防御込みで、こういった敵が射撃武装主体のステージでの援護防御役としては便利。あまりにも役割がピンポイントすぎるけども。マジでもう一息足りないんだよな色々と。まああくまで守くんなんで仕方ないみたいなところある。結局のところは害が来てからなんぼみたいな話ではありますからね。やっぱり主人公にはなれなかったよ守くん。ごめん、破壊したくないけどハンドブリングプラス
J ジュエルで補ってみせる。チャンスを逃すなよ。友軍に続いて攻撃を。メガリオ手法発射。メランさん喋ったのか。あんまりセリフ言う時多くないんですかね。ブライト結構戦闘してる気がするけど、ここまで一回も喋ってない気がする。さてそれじゃあ応援も使っておいたので、うっそで撃墜を。命中率が怖すぎる。ガザ C の回避率が絶妙に高いのやってられない。なお結局玉木が 68% を当てて落とすっていうね。ちなみにスパロボ30の努力や幸運は、次に撃墜する際の経験値、資金を2倍にします。なので落とせなかった場合でも、精神コマンドの効果が消えることはありません。幸運に関しては単純便利なんですが、努力に関しては一長一短。なんでかって、経験値は落とした時以外も入るからです。今までの努力の場合、撃墜できないけど経験値稼ぎたい。努力を使って攻撃の際の経験値2倍だ、みたいなことできたんですけど、この仕様だとそういう使い方はできないってことです。攻撃を多くして経験値を稼ぐ、みたいなやり方も一応存在はしているので、なんとも言えないところではありますね。まあ基本的には撃墜時にしか使わないので、この仕様の方が嬉しいことが多いんですが。さてこれで上側から来ていた敵が全滅。残りは右側の敵のみです。増援で出てきた機体以外にも右奥にいたのが残っています。まずはその辺の敵と戦っていく。センドルグが早速 HP ギリギリになりましたが、底力発動と考えましょう。ただこうやって底力発動してってやってると、アディの援護防御を使う機会がないんですけどね。きっともアディもどちらもエースボーナスは気力と SP の最大値増加なので、どっちが優先とかは全くないです。変に散らばらなければそれで。基本的に援護攻撃をキットで行い、アディで突っ込んで敵ターンは援護防御っていうのが綺麗な流れ。そう考えると敵を落とす可能性が高いのはアディかなさすがに。しかし軽く底力発動させると命中率が安定するのはやっぱり便利。地形適正 S は捨てたもんじゃない。誰も乗ってないなら思いっきりやっちゃうから。決めてやる。すっかりエル君より出番があるこの兄弟。底力って偉大ですね。さてこれでドラクルとガザ C が全滅。残りはデスマグネと奥から来てる EI15 です。正直どれがドクトルガウスのデスマグネなのか非常にわかりにくいですが、まあ奥にいるやつだろ。手前のやつから攻撃していけば問題なし。そういえばウッソのレベルが8まで上がりました。ガンガン上がってくれる。応援なしだとしたら後に、3体撃墜すればレベル10まで上がってくれるかな？移動後も攻撃がしっかりできるので、V ダッシュもなかなかいい。ただしとにかく脆いのがいただけない。もちろんシールド防御があるので、発動さえしてくれればそれなりなんですが、なんもない状態だと反撃で確実に落とされる。敵のデスマグネがサイズ 1L と大きいので、補正が乗ってダメージが上がってるせいですね。正直な話、攻撃するのが怖すぎる。安全性を考えたらナラティブガンダムあたりに乗り換えて戦った方が良かったか？ウッソが直感を取得して以降も、正直ヨナよりウッソの方がナラティブうまく扱える説。ヨナが悪いわけじゃないんだ。ただお前は底力発動からの射程外からペチペチの方が適してるだけでだね。適材適所ということだよ。決して悪く言っているわけではない。まあぶっちゃけると、ヨナもこの後不屈必中と覚えていくので、しっかり戦える存在になります。ナラティブとあんまり噛み合ってないのはあるかもだけどね。ということで残り敵は4機。
EI15 とドクトルガウスがやってきました。ドクトルガウスはガード持ちなので、まずは玉木で脱力。気力が130を超えさせないようにして戦います。そして EI15 がいるので、玉木などのバリア頼りの底力発動組はちょっと位置取りを気をつける。ゾンダーマグナム撃たれるのだけは勘弁な。この微妙な命中率。バルカンでも落とせるみたいなんで、96% でいきましょう。ためらってる場合じゃないならこれで。しっかりと撃墜し、これでレベル9。次のレベルまで2036。あと1体落とせば上がりますねこれ。直感の有無は生死に関わるレベルなので、EI15 のどちらかをウッソで撃墜させましょう。とりあえず HP ミリのやつが出来上がったけど、ウッソはもう行動済みなのでこいつは他の誰かで落としておく。雑に努力かけた D でいっか。マジで便利なんだけどどうしようこいつ。エネルギーが回復してくれるのが便利なんか？なんだ？なんでこんな使いやすいんだ？正直割と謎。ということで残り2体。ここまで来ればある程度雑に前に出ていきましょう。HP が減ってる機体の隣には援護防御ができるやつを配置するということだけは忘れずに。ついでにグリッドマンはグリッドキャリバーエンドの弾が切れたので、戦艦に戻ります。早いところ他の合体が欲しいです。弾が足りん。一応撃墜数で追加シナリオなどが出せますが、どちらにしてももう少し進める必要があります。というか必要なシナリオも確か J デッカーとグリッドマンの撃墜数で解放なので、やっぱりある程度頑張って稼いでいく必要がありますね。J デッカー、お前はこの私のものとする。聞いてもらう。ブレイブポリスに勇者の戦いを見せないと。ゴールリングプラスプロテクトウォール。ドクトルガウス、現行犯でお前を逮捕する。ここは T バスターで。それが精一杯か J デッカー。これは守くん先輩勇者の面目役所か？なお結局できることは援護防御です。さてドクトルガウスですが、エースボーナスが最終命中率プラス 10%、非ダメージ 0.7 倍というもの。無条件で非ダメージ 0.7 倍は強すぎだろうい。余ダメ 1.3 倍とかするのどれだけ大変だと思ってんだこいつ。これにガードと底力が乗ってくるので、最終的にはマジで硬そう。今回は脱力でガードは封じてるからいいですが、今後めんどくさそう。さてこれでウッソがレベル12。直感を覚えました。ようやく戦闘可能状態に持っていくことができました。ここまで頑張った。あとは一人でもやっていけることでしょう。V ダッシュガンダムとかいう被弾が怖い機体は知らん。そして残り敵機はドクトルガウスのデスマグネのみです。HP は27800とそこまで異常に多いわけでもないので、しっかりと囲んでプレイスメント補正をかけつつ、いつも通り攻撃していけば OK だと思います。底力が発動してしまうと硬くなると思うので、魂ゲッターのタイミングが大事かな。戦いたくないけど負けるわけにもいかない。ここで決めてみせる。ヘラ&ヘルゲンギルガン工具法。許さ
障りな 3G はここで叩く。これでスクラップだ。まずくなったら変わるぞ守。まだ大丈夫だよ。まさかちゃんと当ててくれると思ってなかった。今守くんの 80% 台の信用度は地に伏せてます。龍馬さん、龍馬さん。やっぱり知らない流れ龍馬かもしれない。さてゲッターで攻撃したので、残り HP8424。底力が発動してますね。ここからはだんだん硬くなるので、手数が必要になるかな。磁力を応用した武装。なるほど、つまりマグネットパワーオン。そういえば最近ジーグ見てないな。たまには古谷さんの指令が聞きたくなる。ということでヒカルの同級生はくるみ姉ちゃんらしいです。ゆうたはお姉ちゃんが2人います。どっちも後の会話に出てくる。さて残り HP は2400程度ですが、どうにも J デッカーの攻撃でまだ落とせない様子。適当に削っておく必要がありますね。ひらめきかけたセンドルグで攻撃しましょう。まあ外すんですけどね。スパロボの 80% ぐらいの命中率検証マジで今度やるかな。まあみんな思いますよね。なんだこの巨人はって、ここまでロボットばっかりだったのに、一体だけどう見ても巨人だからなこれ。ドクトルガウス、現行犯でお前を逮捕する。 J デッカ勝負を決めるんだ。そこを動くな。 J バスター。行け。覚えていろよ、ブレイブポリス。ということで J デッカーでドクトルガウスを撃墜。エースボーナスでの火ダメ軽減は強いですが、それ以外は波って感じの性能でした。私の中に一時習慣する。すごい言葉だ。しかも拒絶したらロボット三原則も通用しないみたいです。ロボット三原則はアイザック・アシモフが示したやつね。守くんが干渉にふけっています。全員30連太陽系に置き去りにしてきてしまっていますからね。すごいこと言い出すなこの人。採用基準の変更まで行くと大ごとすぎる。例外とかで採用できないのか。こうして勇者が受け継がれていくんですね。なお放送はガオガイガーより J デッカーの方が先です。スパロボマジック。これにはコナン君もびっくり。少年刑事だったり少年探偵だったり、少年が優秀すぎる。そしていつも通り協力依頼。三つ葉艦長ショタコン疑惑あるけど大丈夫だろうか。ということでくるみ姉ちゃんです。ヒカルの同級生。中学2年生、東京在住、これだけで同級生設定持ってきたんだからやる。
こうして守る兄ちゃんになりました。マジでこの関係性好き。この大人守るだけでもいいから今後もどっかで J デッカーと一緒に出してくれ。ということでサポーターにユータが追加、強化パーツで勇者警察エンブレムを入手しました。この強化パーツがマジで強い。詳細はまあ次回。ということでクリアです。何回も言ってるけどユータと大人守くんの関係好きすぎるからタノスパロボにも参戦してくれ。なお一番の問題はどう考えても破壊王の参戦である。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。やっと任務が終わったね、デッカード。何しよっか。すまないユータ、せっかくだがもう時間が残されていない。どうしてデッカード。プレイヤーがゲームを中断するのだから、ゲーム機の電源も落とされてしまう。そんな二人きりで遊べると思ったのに。プレイヤーのみんな、お願い早く戻ってきて。僕とデッカードが一緒にいられるように。私からも重ねてお願いする。絶対だから